毎年4000億円規模で動く国際密輸組織が最も欲しがるもの。それは麻薬でも武器でもありません。正体は透明で小さなウナギの稚魚です。私たちはウナギを養殖場で育つありふれた魚だと思いがちですが、実はその認識は完全に間違っています。動画を見終える頃には、特別な日のご馳走であるこの料理が、進化生物学と国際政治学が交錯する驚くべき存在へと、全く違って見えるはずです。単に価格が高いから、犯罪組織が動いていると思うかもしれません。ですが、真に問うべきは密輸の理由ではなく、これほど科学が進歩したのに、なぜこの小さな生命を未だに完全再現できないのか、という点です。まずは、私たちが、ウナギと呼んでいるものの定義から、丁寧に見直してみましょう。お刺身で楽しむアナゴや、屋台料理で見かけるヌタウナギ。これらはこれからお話しする内容とは、全く別の生き物です。特にヌタウナギは、顎のない原始的な脊椎動物で、生物学的には魚類にすら分類されません。私たちが専門店で贅沢に味わう、あの炭火で焼かれたウナギこそが、今日のミステリーの真の主人公です。ウナギも鮭やタイのように、卵から簡単に養殖できると思われがちですが、実は私たちが口にするウナギで、人間が最初から最後まで完全に繁殖させたものは、一匹もいません。養殖がこれほどまでに困難なのは、この生き物自体が、巨大な生態学的な暗号だからなのです。かつて、ウナギは川や沿岸で産卵すると考えられていました。ですが、産卵期になると、彼らは数千キロを泳ぎ、太平洋のマリアナ海溝、水深8000メートルの深海へと向かいます。なぜ、わざわざそんな冷たくて、暗い場所を選んだのでしょうか。これは、浅瀬の捕食者から卵を守り、孵化に最適な水温と水圧を確保するために、進化が導き出した究極の生存戦略でした。深海で生まれた稚魚たちは、マリンスノーと呼ばれる、海中を降り注ぐ有機物の残骸だけを糧に成長していくのです。陸上の養殖タンクで、この繊細な深海の給餌環境を再現するのは、ほぼ不可能でした。さらに、彼らには、周囲の環境によって、後から性別が決まるという、奇妙な習性があります。自然の川では、雌雄がバランスよく育ちますが、狭い養殖場では、過密状態のストレスにより、その 90% がオスに変わってしまうのです。人間がコントロールしようと強制するほど、生命は自ら繁殖の道を閉ざしてしまいます。ここで見るべきは、養殖技術の失敗ではありません。生態系の複雑な条件が、いかに一つの生命の生存の軌跡を完璧に導いているか、ということなのです。結局、卵を孵化させられなかった人類は、海から川へ遡上する透明なシラスウナギを根こそぎ捕らえ、水槽に閉じ込め始めました。今のウナギ養殖の実態は、野生の稚魚を捕まえて太らせているだけなのです。問題は、韓国、中国、そして最大の消費地である日本。この東アジア3カ国だけで、世界のウナギの 85% を消費している点です。特に日本はウナギへの執着が強く、需要の7割から8割以上を輸入に頼り切っています。爆発的な需要で、アジアの稚魚が底をつき、ヨーロッパ産のウナギをアジアへ横流しする4000億円規模の巨大な密輸組織が誕生しました。生態系の破壊を危惧した EU は、ついに本格的な対策に乗り出したのです。CITES、ワシントン条約の総会で、すべてのウナギの国際取引を厳格に制限するという異例の規制案が提出されました。もし可決されれば、東アジアのウナギ産業は一夜にして崩壊し、私たちの食卓からウナギが完全に消えてしまうという、まさに絶体絶命の局面だったのです。ここで、歴史的な瞬間が訪れます。外交面では常に、水と油の関係だった日中間が、ウナギ資源を守るために手を取り合い、協議会を結成したのです。彼らは、EU のずさんな管理体制を厳しく指摘し、発展途上国の支持を取り付けていきました。結局、賛成35票に対し、反対100票という、
圧倒的な大差で、サイテスの規制案は否決されました。絶滅危惧種をめぐる国際的な議論の場で、特定の国々が結束し、これほど一方的な否決を導き出したのは、まさに前代未聞の出来事でした。ですが、外交戦に勝利したからといって、生物学的な限界が消え去ったわけではありません。いつ輸入が止まるかわからない瀬戸際で、日本は輸入依存を克服すべく国を挙げて動き出しました。天然の稚魚に頼らず、卵から成魚まで育て上げる完全養殖の技術開発に全てをかけたのです。初期の実験では、うなぎ1匹の育成に90万円ものコストがかかり、採算性は皆無でした。しかし最近、深海のマリンスノーに代わる特殊な液体飼料の開発と、水質制御技術の飛躍的な進歩によって、ついに大きな突破口が開かれたのです。その結果、1匹あたりのコストを4500円ほどまで引き下げ、ついに不可能と思われていた商業化の壁を突破しました。これを知ると、普段何気なく口にしているうなぎが、全く違って見えてくるはずです。それは単なる料理ではなく、人類が自然の深奥な暗号を解き明かした技術的勝利の結晶なのです。私たちは今、うなぎを人工的に育てる技術的な壁をようやく乗り越えたところです。ですが、マリアナ海溝の漆黒の深海で、天然のうなぎがどうやってパートナーを見つけ、交尾しているのか。その光景を直接目撃した科学者は、この地球上にまだ一人もいません。深海の凄まじい水圧と、暗闇の中で繰り返される生命の誕生。そこは今も、人類が立ち入れない未知の領域です。もしかすると、このミステリーの核心に触れるピースは、永遠にその暗がりに隠されたままなのかもしれません。今後まず注目すべきは、人工孵化ウナギの商業化がどこまで普及するかという点です。この技術の採算が取れるようになれば、数十年にわたるシラスウナギの乱獲を終わらせ、海の生態系を再生できるという強力なシグナルになります。二つ目は、海洋温暖化が深海に与える影響です。水温の変化で、マリアナ海溝の産卵環境が壊れてしまうと、いくら養殖技術が進化しても、自然界のうなぎのサイクル自体が永遠に止まってしまう恐れがあるからです。次に、うな丼やお弁当でうなぎをいただくときは、この小さな炭の中に壮大な物語が詰まっていることを思い出してみてください。数千キロを泳ぎ抜く深海の生存本能、ストレスで性別すら変えてしまう生存戦略、そして、この小さな魚をめぐる国家間の激しい争奪戦まで、すべてがここに凝縮されています。これは、単にうなぎがなぜ高いのかという表面的な疑問への答えではありません。自然が織りなす驚異的な生存サイクルを前に、人類がいかに限界に直面し、どう折り合いをつけてきたのかという深い真実の物語でした。結局、真の問いは、いつうなぎを自在に養殖できるかではなく、数百万年の進化が築き上げた生態系の秩序を、私たちはどこまで制御できるのか、という点なのです。知らなくても困らない。でも、知っておくと、ためになる知識をお届けしました。きよりでした。